麦チョコです。今回はバンダイさんの30 Minutes Sisters とシャニマスとのコラボキット桜木まのちゃんを部分塗装で制作しました。まずは中身の確認、説明書とランナーの袋が4枚、ランナーは12枚、細かく切り離せたり各工程ごとに使うランナーが分かれてるそうなので、組み立てはスムーズに進められそうです。あとスカートの軟質パーツとシールが1枚ずつ。スカートのパーツはトップコート吹く予定なんだけど大丈夫かな。では早速お顔の部分から組み立てていきます。シャニマス始めた当初の担当はまのちゃんだったし、思い入れもあるのでできるだけ丁寧に可愛く作りたいです。ここでカルフックキットの概要でもアイドルマスターシャイニーカラーズよりイルミネーションスターズ桜木まの30 Minutes ミッションズフォーマットで立体化、表情パーツは担保印刷を施した3種が付属、前髪はパーツ交換で髪飾りのない状態を再現可能、衣装の胸部パーツは限界まで追求したパーツ構成でそのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールを再現、背中の小さな羽もパーツ形状で再現、胸元のハートはプラスチックシールでクリアな質感を表現、スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状を表現、一部のパーツにはラメ入りのスモーククリア素材を採用、肌パーツは仕上げの際に金型表面に艶消し処理を施し柔らかく光を反射する演出がされています。表情付きハンドパーツに加えマイクが保持できるハンドパーツが3種付属。この頭頂部の小さな髪の毛のパーツ、何の分割かわからないけど隙間が結構目立つので後で接着して合わせ目消しちゃいました。そういえばシャニマスコラボ第2弾の子たちも発表になりましたね。シャニソンの稼働も控えてるし、この動画アップしてる頃にはシャニマニの先行上映も始まってるだろうし、翼プロもいい感じに盛り上がってきましたね。あと髪飾りをつけたら頭部完成です。かわいい。昔のフィギュア知ってるだけに最近のフィギュアの顔はほんとクオリティが高いと感じます。このクリアパーツ結構硬いので切り取るときは気をつけてくださいね。このパーツ構成による色分けマジすっごいですね。部品が多くなって組むのが大変になってるかというとそうでもなく、最小限のパーツ数によりストレスフリーでほぼ完璧な衣装が組み上がります。
形の組み立てなんですが、ここでついに恐れていたことが。最初から兆候は出てたんですが、制作に夢中になりすぎて、この後とうとう手先がカメラから見切れてしまいました。それに気づいた時にはここまで進んでしまっていました。胴体に手と顔を取り付けて、自立するよう各関節の角度を微調整して仮組み完成です。あ、そうそう。ブーツにも目立つ合わせ目できるので、ここも後ほど処理します。衣装の合わせ目は縫い目という解釈にして消してません。それでは仮組み状態のまのちゃんがこちらになります。せっかくよくできた色分けだし、あまり塗らない予定で、当初は成型色のゴールドだけ気に入らなかったので、そこだけ塗ろうと思ったんだけど、箱絵見てたら欲が出てきて、もう少し塗ることにしました。塗装を施したところがこちらになります。まずは髪飾り。上2枚はグラデーションと一番下はベタでホワイト塗装。胸元のひらひらはマスキングしてホワイトのラインを入れ、上側は髪飾りと同じグラデーション塗装。襟の部分のキラキラはレジンアートの材料から流用。洋服の縁のゴールドはクレオスのスーパーリッチゴールド。紐の部分はガンダムマーカーのゴールドで塗装。スカートの水色パーツもホワイトでグラデーション。手袋とブーツはホワイトパールで塗装。モコモコのところはあえて塗らずに艶消しにして材質の違いを表現してみました。肌や髪の毛のところにはところどころタミヤのウェザリングマスターでチークや陰影をつけてみました。瞳部分は UV レジンを持って潤いを表現してみました。地味にここが今回一番緊張しましたね。以上が今回の塗装箇所になります。変換用として表情パーツが2種類と髪飾りなし用の前髪が1種類。ハンドパーツも左右各4種類と豊富です。ビフォーアフターを比較してみましょう。昼と夜の撮影の違いもあってちょっと分かりづらいかも。最後にいろいろな角度からご覧ください。
ご視聴いただきありがとうございました。桜木マの部分塗装仕上げいかがだったでしょうか。気に入っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。